I'ma kick back when you fake like that. I'ma kick back when you fake like that. I'ma kick back when you fake like that. 皆さんこんにちは、白玉ファミリーのママさんです。今回は上半期で読んだ本の中から面白かったと思う作品をランキング形式で20作品ご紹介したいと思います。順位はあくまで私が面白いと思ったかというね、曖昧な基準にはなりますが、どの作品もおすすめしたい作品ばかりですので、次読む本の参考にしていただければと思います。それでは動画最後までお付き合いください。20位、ひまわりの咲かない夏、道尾修介。いきなりどえらい衝撃作をご紹介です。小学生の道夫が終業式の日に自宅で首を吊っている同級生 S 君を発見します。しかしその後 S 君はあるものに姿を変え、道夫にこう告げます。僕は殺されたんだ。道夫は S 君の無念を晴らすために、事件を追っていくというのがあらすじになります。この小学生の首吊り死体っていうのがね、まず衝撃なんですけれども、それ以上に内容が本当に衝撃です。ホラーであり SF であり、もちろんミステリーでもあり、でもとてもね、本当に一口では感想を言い表せないような内容に終始振り回され続け、4時間余りで一気読みしてしまいました。ただグロ描写もトラウマ的性描写もまあまあありますので、おすすめ作品と言っておきながら、この作品に関しては手に取られる際は自己責任でお願いします。ただものすごい物語であるのは間違いありません。私はこれだけ衝撃を受けながら人に勧めにくい作品に出会ったのは初めてです。19位、街とその不確かな壁、村上春樹。今年の上半期の文芸はこの作品なくしては語れません。大御所作家村上春樹さんの6年ぶりの新刊として話題の本作。ある男性の10代と現在の40代を追いかけていく作品になります。10代の主人公僕は一つ年下の女の子に恋をし、そして心を通い合わせ互いに惹かれ合っていく、そんな関係になるのですが、ある日突然僕の前から彼女は消えてしまうのです。彼女は一体どこへ行ったんだ、とにかく何か答えが欲しいと探し続けた僕はついに見つけてしまうのです。高い壁に囲まれた街を。本作は僕が生きる現実世界と高い壁に囲まれた街という2つの世界を行き来しながら彼女の姿を追っていくというね、広い意味で捉えると恋愛小説だったかなと思います。この本筋が恋愛小説であったのが私は読みやすくって、高い壁に囲まれた街というね、ちょっと不思議な世界観であってもしっかり現実として捉えることができました。もしも自分の生きる世界とは別の世界があったとしたら、さらにはその世界にもう一人の自分が生きていたとしたら、そんな妄想をせずにはいられませんでした。また本作の物語の締め方が非常に良くって、切なくて悲しいんだけれどもどこか救いもあって、僕の物語の幕引きにはぴったりに感じまして、なんとも美しいエンディングにノックアウトされてしまいました。18位、境界線中山七里。宮城県警を舞台としたシリーズ2作目です。海岸で見つかった女性の遺体が所持していたのは主人公苫島の妻の名義でした。しかし苫島の妻は東日本大震災で行方不明となり、失踪者扱いのままになっていたのです。つまり名義自体は生きており、その名義を悪用していたのでした。苫島はやり場のない怒りを抱えながら捜査に乗り出しますが、またしても行方不明者の名義を語った男の遺体が発見され、東日本大震災×戸籍売買×殺人事件の本作はテーマも重く辛い内容も多いんですが、次々起こる事件の真相が気になり、あっという間に読了してしまいました。謎が謎を呼び、さらにはあの人とあの人がつながり、もう来る手が止まりません。ただ結末は切ない内容です。ただエピローグ的な内容で描かれる後日談には一度の光も見え、とにかく読後の余韻が半端ないです。私は本作を読んで、東日本大震災という未曾有の災害は置かれた立場が様々な人を等しく悲劇に追い込んだ惨事なんだと思いました。17位、すみれ屋敷の罪人古田天。長らく手つかずだった戦前の名家旧司法邸で見つかった2つの白骨死体。司法家はすみれの花で彩られた美しい館に暮らす一族でした。ですが当主の太一郎と美しい3人の姉妹たちは終戦間近東京大空襲で亡くなっていたのです。では白骨死体は一体誰なのか。さらにはこの白骨死体についてかつての司法家の関係者たちに聞いて回る謎の男が出現。読者は悟ります。司法家には何か裏があるぞ。
物語はこの謎の男目線で進んでいき、司法家の関係者に話を聞いていくという流れになっていくんですが、その話の内容って言いますのは、生前栄華を極めた司法家が戦争によって衰退していくという姿がありありと描かれていますので、なかなか内容はヘビーです。そしてとても切ない。戦争を生きる人々のヒューマンドラマとも読める内容になっているんですが、実はこのヒューマンドラマな内容の中に謎を解くヒントが散りばめられていたのです。2部構成で描かれる本作の2部目では解決編のような内容になっていまして、謎だった内容が次々と紐解かれていくんですが、まず2部目の4ページ目で衝撃を受けます。なんだって紐解かれていく謎に終始驚かされ、そして胸を打たれます。オチは切なさの雲が立ち込めるんですけれども、ラストは雲間から火が差すように希望が見えたので、読後感は良かったです。16位、あの日君は何をした、正木俊香。北関東で平凡な主婦として暮らしていた水野泉は、息子の大輝の死によって一変します。深夜に家を抜け出し、自転車に乗っていたところを警察に声をかけられるも逃亡。その逃亡の果てに停車中のトラックに衝突して亡くなってしまうという痛ましい事故でした。だが深夜に一体大輝は何をしようとしていたのか。その事故から15年後、都内で起きた若い女性が殺害されるという事件が、あの夜大輝が何をしていたのかの謎を解くヒントになっていて、本作はタイトルのあの日君は何をしたという言葉に集約されています。君とは一体誰なのか、そして何をしたのか。息子を亡くした泉の悲しさはもう想像すればするほど胸が張り裂けそうになり、ですが物語中盤からこれほど心を寄せていた泉のことがだんだんわからなくなっていき、そしてついに、泉の息子を亡くした慟哭は思わぬ結末へと繋がっていたのです。また大輝も実はあることを隠していたのでした。この2つの事件の結末はそう一筋縄では解けません。ちなみに15年後に起きた女性殺害事件を追っていく刑事三也が非常にいいキャラクターでして、また彼に会いたいという思いからシリーズ2巻目の彼女が最後に見たものはもう読む予定です。15位、逆転美人藤崎翔。どんでん返しの傑作にまた出会ってしまいました。飛び抜けた美人であるせいで不幸ばかりの人生を歩むシングルマザーの香り仮名。物語序盤は薫の不幸語りに胸焼けをし、文章も稚拙でちょっと読みにくいなと思ったのが正直なところです。ですが物語後半、手記の追記として描かれる内容は本当に衝撃です。このくどいほどの不幸語りも稚拙な文章も全て伝説級トリックの布石となっていたのでした。ここまでの仕掛けがあるとはもう本当に驚きで、徐々に種明かしされていくたびに鳥肌が立ちました。これはまさに本でしかできないトリックです。作家さんの作家魂と読者を騙してやろうという気合が感じられて、本当に怖いぐらいでした。また驚かせる技巧にばかりとらわれてしまって内容が伴っていないなんていう残念体験は本作にはなく、わざと内容がきちんと結びついているのもとっても良かったです。14位、真相をお話しします結城真一郎。全5編からなる短編集です。マッチングアプリ、精子提供、リモート飲み会、YouTuber などなど、現代日本の今を切り取った内容をテーマとし、そこで生きる人たちの日々を追っていたはずなんだが、なんだか違和感が。その気持ち悪さを感じ始めると、大きな結末へと向かいます。どの辺もなかなかディープな内容になっているんですが、どの辺も現実と地続きな内容になっていますので、現実世界のどこかでもしかしたら起こっているのかもしれないというね、忍び寄ってくるような薄気味悪さが余計にゾワッとしました。物語を読んで騙されたい、その騙される過程はミステリーがいい、そんな方におすすめです。奇抜な技巧や突飛な構成もなく、物語を読んで騙されたいという快感がこの作品にはあります。ミステリー好きな方も満足される内容になっていたかなと思います。13位、カエルの小指、道尾修介。詐欺師を主人公としたシリーズ2巻目です。主人公タケさんは前作では詐欺師をしていましたが、ある理由からその詐欺師からは足を洗い、現在は実演販売師として生きていく、そんな新たな展開から物語はスタートします。まともな生活をしていたタケさんのもとに、訳あり中学生今日からある依頼が持ち込まれたことで、タケさんの日常がまた変化を迎えることになります。今日の母親は残酷な詐欺被害に遭い、今日自身も厳しい現実を生きることになっていたのです。そんな今日を救うため、タケさんはかつての仲間を再集結、大ペテンを仕掛けることになります。
本作はメインの大ペテンのきっかけっていうのが今日と今日の母親を救うというきっかけというのもあって、物語全体として家族愛について考えさせられる場面が何度もあり、その構成が非常に好みでした。家族愛と詐欺、対極にあるような内容も、タケさんという犯罪を犯していた人なんだけれども、優しくて面倒見のいい男が主人公であるがゆえに見事に融合していました。クライム小説はどうしても主人公の犯罪を犯す側に肩入れしがちですが、本作でも終始タケさんたちを応援していました。ですが、大ペテンが成功してほしいという思いもありつつも、何より詐欺被害者家族の今日の心が救われてほしいという思いが強かったです。この私の願いが叶うか否か、それは著者が仕掛けた大どんでん返しの中に隠されていました。前作よりも物語の構成は小ぶり感はありつつも、前作以上に感動した作品でした。特に後日談として描かれるタケさんとある人物の会合に心震わせていました。12位、カラスの親指、道尾修介。こちらは読む前にいろんな視聴者さんからお勧めいただいていまして、さらにね、口コミも非常にいいので、期待値かなり高い状態で読んでいたんですが、その期待値をはるかに超える面白さでした。人生に敗れ詐欺を生業としているタケさんと相棒のテツさん。ある日彼らの生活に一人の少女が舞い込み、そこから同居人は増え5人と1匹に。他人同士の奇妙な生活は一見楽しそうに見えるんですが、決別したはずの彼らの残酷な過去が暗い影を落とし始めます。彼らの大ペテンは成功するのか。物語前半はタケさんたちの残酷な過去が語られるシーンが多いので、結構内容は重いです。こんな過去辛すぎると本を閉じてはもだえていました。ですがタケさんたちが大ペテンを仕掛けていく内容はエンタメ要素爆発で非常に面白いです。見事な逆転劇にガッツポーズでした。ただ本作のすごいところはこの逆転劇の後に描かれています。ここにね描かれているのはもう本当にとんでもない内容です。ちょっと待ってという感じで、自分でページを食っているはずなのに一呼吸入れないと先が読めないぐらいの衝撃でした。物語の1から10まで伏線を回収していく様はもう圧巻の一言です。再読したらまた新たな伏線に気がつけそうです。これだから道尾修介作品はやめられない。とにかくすごい作品でした。11位、儚い羊たちの祝宴、米沢ほのぶ。全5編からなる恐怖の暗黒ミステリー短編集です。どの編もとってもダーク、そして最後の一文に衝撃を受ける内容になっています。どの編もね、たまげる内容にはなっているんですが、ここでは第1編をご紹介したいと思います。身内に不幸がありましては、名家丹山家に仕える使用人村里雄飛の手記を読んでいくという形で進んでいきます。この名家丹山家の跡取りである吹子は、跡取りとしては申し分のない教養あり器量よしの完璧な女性です。しかし吹子たちを襲うのは、毎年ある同じ日に丹山家の人間が一人ずつ殺されていくという惨劇です。この事件の裏には、素行の悪さから破門されていた吹子の兄宗太の存在が隠れているのか、それともまた別の人間が隠れているのか。個人的に5編の中で一番最後の一文に驚いた作品です。殺人鬼の正体と、そして何より殺人を犯した動機に鳥肌が立ちます。またこの編のタイトルも非常に秀逸で、ここをまた読み返しては鳥肌を立てるのでした。作品全体としましても、ラストの一文の衝撃が凄まじいです。この一文で今まで読んできた内容がぐわっと変わり、衝撃が雷のように体を突き抜ける感覚がありました。今なんて言ったと驚き、大慌てでページを戻っては読み直していくというのを何度もしました。あんまり怖い系の話って読んでこなかった私ですが、それでもおすすめありますかと聞かれたら真っ先におすすめさせていただきたい作品です。短編集という手軽に読める分量でありながら、驚きと衝撃に満ちた暗黒ミステリーでした。I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. 10位、レペゼン母、宇野葵。田舎町に暮らす深見明子64歳。夫が残した梅農家を切り盛りしながら女手一つで育て上げた息子の雄大は2度の離婚に借金まみれ。そんな時偶然にも雄大がラップバトルに出場することを知り、明子も出場することを決心します。どうして64歳の明子がラップバトルにとなると思います。
でもここに至るまでにいろんなことが起きまして、出場する経緯っていうのもきちんと描かれます。この一見突拍子もないアキコとラップバトルのつながりっていうのが丁寧に描かれていることが、ちゃんとした理由がないと興ざめしてしまう偏屈な私にとってはとってもありがたい構成でしたので、おかげでね、きちんと物語に入っていくことができました。物語の盛り上がりであるアキコと雄大のラップバトルは激アツです。8小節のビートに乗せて胸の内をさらけ出していく2人、そして結末は感動です。リズムに乗せて描かれるシーンが多いというのもあって、テンポ感がよく物語が進んでいきますので、あっという間に読了できました。また、胸熱な内容だけでなく、家族小説としても一級品です。親との戦いではなく、アキコの親の側から見る子との戦いが力強く描かれていますので、大人が感動する、大人が心揺さぶられる作品だったかなと思います。私はこの作品を通じて少し怖いイメージがあったラップバトルの見方が変わりました。9位、箱舟、結城春夫。ここまでネタバレ厳禁な作品は久しぶりに出会いました。ある地下施設に閉じ込められた9人。地盤の異変により浸水が始まり、タイムリミットは1週間であることが判明します。さらに地下施設を調べていく中で、1人を犠牲にすれば残り8人が助かるということもわかります。誰が生贄になる、そんな重すぎる選択を前に殺人事件が発生してしまいます。こんな状況で一体誰がこんな惨事を？本作はミステリー×クローズドサークル×タイムリミットという内容が見事に融合していて、終始ハラハラドキドキしっぱなしです。そして事件の肝は、なぜ犯人は今事件を起こさなければならなかったのか、もうそれにつきます。密室となった地下施設で殺人事件なんか犯してしまえば、容疑者が絞られますので、事件を解明されるリスクも高くなりますし、そして何よりね、生きて出られるかわからないといった状況で、まずはとにもかくにも脱出方法を考えるべき時です。どうして今なのか。この理由のところに本書のどんでん返しのキーが隠されています。私はね、最近ミステリー作品をたくさん読むようになりましたので、どんでん返し自体にはある程度免疫ができてきたと思っているんですが、さすがにこれは無理でした。びっくりしすぎてリアルに本を取り落としそうになりました。極限状態で人間の本心がさらけ出されていく本作は、衝撃のどんでん返しと緻密な伏線回収が圧巻です。もともと警戒心は強い方ですが、改めて怪しい地下施設になんかは絶対入らないと胸に誓いながら本を閉じました。8位、北緯43度のコールドケース、伏尾美希。第67回江戸川乱歩賞受賞作です。主人公は博士号の資格を持ちながら30歳で北海道警察の警察官になった沢村頼子。彼女のもとに死後間もない女児の遺体が見つかったという通報が入ります。その女児は後に5年前未解決となった誘拐事件の被害者である島崎ひなたちゃんであることがわかります。しかし誘拐犯と思われた男はすでに死亡。まさか共犯者が？こうして死体遺棄事件の捜査本部が立てられるも、再び未解決のまま無念の解散。その数年後、ひなたちゃんの誘拐事件の捜査資料が漏洩するという前代未聞の事件が起きます。しかも沢村は漏洩犯との疑いをかけられるのです。果たして沢村の運命は、そして事件の真相は？本作は5年前に起きた誘拐事件と女児死体遺棄事件の2つが絡まり合いながら真相に向かっていく、かなり読み応えのある作品です。未解決のまま捜査本部が解散させられてしまうほどの難事件2本立てという骨太な構成に、警察小説のスリリングな側面である警察内部のごたごたも描かれていて、かなり読み応えがあります。私は読みながら、きっとこういう内容だろうな、こういう真相だろうなと思って読んでいって、やっぱり違うのか、じゃあこういう内容かなという、自分なりに推理をしながら読んでいくっていうのを久しぶりにしましたので、とってもね、読後感の満足度が高い作品となりました。子供が生まれてからというもの、子供がひどい目に遭う作品っていうのは読めなくなってしまっていて、本作は子供が殺されてしまうという最悪な状況ですので、かなりね、心の準備をしながら読みました。ただその甲斐もあって没入しながら本作を読むことができたかなと思います。情報量が多くてややこんがらがるところもあるんですが、そこを乗り越えれば骨太な事件の真相の犯人に驚かされることになります。7位、空ごはん町田園子。主人公は空という女の子です。本作は彼女が5歳から高校3年生になるまでの日々を追いかけていくことになります。また最後にね、ちょろっと大人になった空ちゃんも描かれます。空には育ててくれたママと産んでくれたお母さんがいます。
礼儀に厳しく小言も多いが、美味しいご飯を作ってくれ、愛情いっぱいに育ててくれているママふみ。イラストレーターとして活躍し、浮世離れした美しさと子供っぽいところが魅力的なお母さんかの。本作は主人公ソラが変わった形の家族に身を置きながら辛い出来事を懸命に乗り越えていく、その彼女の姿に胸を打たれることになります。そして本作の特徴は何といっても物語を美味しいご飯たちが彩ってくれているということです。ただただ美味しいご飯が登場するのではなく、美味しいご飯たちには物語があります。その美味しいご飯を主軸とした物語たちは、どれだけ辛い内容が描かれようとも、登場人物たちのお腹が満たされていくように読者の私の心を満たしてくれました。物語の終盤はやや強引な幕引きにも感じたのですが、とてもいい読書時間を過ごさせていただいた作品です。いくつか読ませていただいている町田園子作品の中で個人的1位の作品です。6位、爆弾、郷勝弘。数々のミステリー賞を受賞した面白さお墨付きの本作は、長編映画を見切ったかのような満腹感を味わうことになります。些細な傷害事件でとぼけた男の中年男鈴木多吾作が警察署に連行されます。当初たかが酔っ払いと見くびる警察でしたが、鈴木は取り調べの最中10時に秋葉原で爆発があると予言します。直後秋葉原で爆発が、まさかこの男本物か。さらに男はあっけらかんと告げます。ここから3度、次は1時間後に爆発します。大都市東京を人質に取った爆弾魔の悪意に警察は立ち向かうことができるのか。取り調べ室にいる鈴木多吾作は本来万事休すのはずなのに、余裕しゃくしゃくな感じが、鈴木の余裕な感じがなんとも腹立たしくって、そして薄気味悪い。結局終始鈴木多吾作に振り回される形になるんですが、登場人物の警察官たちも同様に振り回されます。警察官たちどうか鈴木を懲らしめて。警察官たちを熱く応援しながら読んでいたのですが、鈴木多吾作というこの男、なかなかのクセ者です。多人数視点で進みながら、爆弾はどこにあるのか、そして犯人の目的は何なのかという謎を追いかけていく本作は来る手が止まりません。なかなかの長編なんですが、だからこその満足感と満腹感がありました。きっと映像化するだろうなと思いますので、映像化する前にまずは小説で登場人物たちの心の動きですとか、追い込んでいるはずの鈴木に追い込まれていくスリリングさを味わってほしいです。5位、守られなかった者たちへ、中山七里。動画でも何度か押させていただいた本作。振り返ってみてもやっぱり面白いなと思い上位にランクインです。人格者として通った仙台市の福祉保健事務所課長三雲忠勝が体を拘束された餓死死体の状態で見つかります。餓死させて殺害するという何ともおぞましいやり口を取るからには怨恨の線だろうと捜査しますが、どれだけ被害者の周りを洗っても悪い噂を聞かない。物取りによる犯行の線も低く、捜査はいきなり暗礁に乗り上げます。一方、事件の数日前に一人の模範囚が出所しており、この男はある人物を探しているらしい。そして捜査が難航する中、第二の被害者が発見され、生活保護を主軸とした社会派ミステリーである本作は読み応えがありました。テーマの性格上、重い内容であるのは間違いないですし、餓死による殺害方法からスタートする本作の物語の雰囲気としても暗いのも間違いないです。また、語り部である刑事玉城が、ダンディのおじさまらしいと言いますか、ちょっとね、硬い語り口なので、聞き慣れないので、本来読みにくいはずなんですが、もう先をね、読まずにはいられなくって、もうどんどんヒリヒリしていきますし、もう早く先の結末、先の内容を教えてくれと思いながら、どんどんページを送っていました。やっぱりね、物語に展開が多いとあっという間に読了できます。そしてページを食っていた先に待つのはどんでん返しです。もしかしたらミステリークロードの方なら見破られる内容かもしれませんが、私はとにかく驚いてしまって、今なんて言ったってページの前で固まってしまいました。物語のテーマ的にあんまり面白いという言葉は似つかわしくないのかもしれませんが、それでもやっぱり面白かったという言葉を使わずにはいられません。餓死という殺害方法がどうにも残虐に思えまして、読む前はかなり身構えたんですが、殺害シーンがね、詳しく描かれることもありませんし、ましてや殺害時の被害者視点なんかももちろんありませんので、そのあたりは安心して読めるかなと思います。守られるものと守られなかったものとの境目はどこにあるのか。読後はひたすらにこのことについて悩み続けました。読後の余韻に頭の先まで浸かりながら本を閉じました。4位、汝星のごとく、凪良優。
今年の本屋大賞受賞作である本作は著者だからこそ描ける愛の形が綴られていました。主人公は瀬戸内の小さな町で育った明美と恋多き母に振り回される形で島に引っ越してきた海。共に親に翻弄され心に大きな孤独を抱えた2人は次第に心を通わせていきます。しかし10代で出会った2人の30代になるまでの日々を追いかけていくと、そこに描かれるのは愛し合うだけではなかったのです。いろんな人や物に翻弄され、それでも必死に選択をしてきた2人は30代になった今大きな転機を迎えます。本作は主人公の明美と海のつながりだけではなく、いろんな人たちのつながりが描かれていきます。その関係性はとても歪に思えたり、時には人から後ろ指を刺される関係性だったりもします。でも正しい形とは一体何なのか。生きていくことさえもままならない世の中なら、自分が痛いと思う人と痛い形でいることは悪いことなのか。いろんな作品で様々な人間関係を描いてきておられるなぎらさんだからこそ書けるセリフがたくさんあって、その言葉たちを飲み込むために心を震わせていました。語り部は明美と海交互に変わりながら進んでいきますが、読めば読むほど明美と海に感情移入してしまって、二人の感情に引きずられながら、最後は涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら読んでいました。なぎらさんの作品はいくつか読ませていただいていますが、どの作品も物語を反芻しては心揺さぶられてしまいます。読む前の自分には戻れない。骨身に染み込んでくるような切実な言葉たちの応酬に、きっと一生忘れられない作品になるだろうなと予感しています。また本作はエピローグの最初の一文のインパクトが大です。どういう意味となります。この最初は意味が全くわからない内容が物語最後にまた描かれるんですが、この時にはきちんと意味が理解できますので、このエピローグのデジャブ感っていうのが本当に痺れます。I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. 3位、光のとこにいてね、いちほみち。主人公はあぜくらかのんちゃんと小滝ゆずちゃん。二人が小学生の頃に出会い、そこから29歳になるまでの彼女たちの日々を追っていくことになります。彼女たちの子供時代は、特に母親との関係性により辛い日々を過ごすことになります。このあたりの描写はね、結構辛いです。ただただ辛い日々を過ごすことになる二人ですが、読み手としてあまり悲壮感に襲われないのは、どんな状況であっても懸命に生きていこうとする彼女たちの力強さのおかげです。二人の視点を入れ替わりながら進んでいくのですが、二人が会話をする、まともに会話をするのは実は物語終盤です。そんな関わり方なのにお互いがお互いを必要としている。そんな運命の出会いとしか言いようのない二人の眩しい関係性が、二人の辛い日々の暗さを上回る輝きを持っていたおかげで、物語全体としてはあまり暗い印象を受けませんでした。オチもタイトルの通り光の差す終わり方だったのもそう感じる一つかなと思います。誰かの人生を追っていくヒューマンドラマの小説でここまでのめり込んで読んで、全く飽きることなく読了できたのは久しぶりです。辛い場面や泣けるシーンも多いんですが、笑いのところもたくさん散りばめられているのもとっても良かったです。小説にはどっぷり浸りたい私にとってはドンピシャな作品でして、今年のノミネート作の中では個人的1位の作品です。ちなみに気になるタイトルですが、こちらは物語序盤に登場するのですが、振り返ってみると非常に憎い登場の仕方だったなと思います。2位、ラプラスの魔女、東野圭吾。今年新刊が出たことでも話題になっているシリーズ作品です。刊行されているシリーズ全3作品読みましたが、個人的にはダントツでこの作品が面白かった。ある温泉地で映像プロデューサーの男が硫化水素により中毒死します。一見事故にしか思えない現場。しかしその事件から数日後、300キロ以上離れた温泉地でまたしても硫化水素による中毒死が発生してしまいます。果たしてこの2件は偶然か必然か。この事件の真相は2つの事件現場に姿を現した少女浦浜とかが握っていそうです。本作はミステリー小説と空想科学がミックスされた唯一無二の小説でして、空想と言っているので現実には難しい内容なのかなとも思うんですが、読んだ私の手触り感としてはもう現実にも起きそうだなという感じがしましたので、そのおかげでしっかり謎解きに専念することができました。またこの事件解決までの過程が非常に読み応えがありまして、新たな事実に驚き、登場人物に騙され、匂わされる謎の人物の影が気になり、先がね読めそうで読めない感じがもう本当に気になってどんどん読み進めることができます。また事件の真相がわかる解決編はとにかく手に汗握ります。
ついに相まみえた犯人の姿に驚きですが、そこで語られる内容は怒りや同情、そして一抹の寂しさもあって、いろんな感情の渦に放り込まれて、読み終わった後は放心でした。このあたりはさすが東野圭吾さんといった感じで、事件が起きました、解決しましたと簡略的に表すのではなく、その事件に関わる人たちの人物描写、心理描写が丁寧に描かれていきますので、読みながらまさに自分も当事者になった気持ちで読むことができました。東野圭吾さんの作品の中では変化球的な作品になるかもしれませんが、私はこの作品大好きです。1位、8日目のセミ、角田光代。圧倒的名作に打ちのめされてしまいました。不倫相手の子供を身ごもるも堕胎した野々村喜和子。堕胎手術の影響で子供を産めない体になってしまい、打ちひしがれる喜和子のもとに不倫相手の夫婦に子供が生まれたという情報が入ります。私は子供を産めなかった一方で、不倫相手のもとには赤ちゃんが生まれたという事実。この現実を前に喜和子はあるどうしても抑えられない衝動に駆られます。一目だけでもいい赤ちゃんを見てみたい。結局一目だけではとどまらず、そのままさらってしまい、喜和子と赤ちゃんのエリナの2人の逃亡劇が幕を開けることになります。この逃亡劇をメインストーリーとした本作は、喜和子の警察に見つかれば一巻の終わりという緊迫感を伴いながらも、2人の生活だけを切り取れば親子そのものに見えます。誘拐という犯罪を犯してしまった喜和子のやり口を全く支持するつもりはありません。そう頭で分かっていても、このまま2人で幸せになってほしいなと願う気持ちは止められず、結局喜和子のことを応援している自分がいました。親子とは何なのか、子供を愛するとは一体どういうことなのか、そう自問しながら読み進めていました。そして印象的なタイトルについて、作中でも触れられますが、それに個人的な解釈を加えてお話ししたいと思います。地上から這い出て7日後に死んでしまうセミ。しかしもし8日目まで生きるセミがいたとしたら、その一日がどんな一日になろうとも、他のセミたちが生きられなかった日を過ごしたそのセミは幸せと言えるのか、それとも不幸せなのか。このもしもあったかもしれない世界線を現実のものに変えてしまった喜和子と、その巻き添えとなったエリナ。決して許されない2人の親子の日々にどうしようもなく心を揺さぶられ、何度も喜和子とエリナのその後を思い浮かべては涙を流していました。圧倒的な物語に抱きしめるように本を閉じました。以上、2023年上半期ベスト20のご紹介でした。上半期は新刊も読んだんですが、気になる作品を中心に読んでいました。なので今回ご紹介した作品はすでに刊行されてから時間が経っているものが多いです。でもいくら時間が経とうとも面白い作品はやっぱり面白い。読書の懐の深さを感じた半年でした。今回見てくださった方の次読む本の参考にしてもらえれば幸いです。動画最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけますと更新の励みになります。コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。バイバーイ。動画いかがだったでしょうか？自分でね、上半期読んだ本を並べてみて面白かったという基準だけでね、ピックアップしてランキング化したんですが、よくよく見てみると本屋大賞のノミネート作がたくさん選んでいるなっていうのことに気づきました。やっぱりね、私の読書傾向と本屋大賞って相性がいいんだなっていうのが気づきでした。皆さんは今年の本屋大賞のノミネート作どれぐらい読まれましたか？ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。いつもありがとうございます。